はい、どうも皆さんこんにちは、さとちゃんです。グルメ構図、今回はランプのせいイドラリビルドの攻略パーティー紹介していこうと思います。リビルド戦、どういうパーティーで挑んでいけばいいかとか、どういう装備をしていけばいいか、あとはね、いくつか検証をしてきたことがあるので、それも一気に紹介していきます。まずはね、お知らせを見ていきます。グリーディータイラントも同時復刻してますが、今回はランプのせいのみに限って話をしていきます。黒源のね、装備がようやく今回で揃うということで、ずーっと待ってましたが、待ってるうちにね、上位互換が出てきてしまったということで、ちょっとね、今更来てもっていう複雑な気持ちはありますが、はい、黒源のシリーズようやく今回で揃います。で、ランプのせいイドラリビルドの攻撃属性は雷、弱点属性は風となってます。公式おすすめは両手槍ツベルク、片手剣ドロシー、両手槍白雪となってます。はい、これを見る感じでは、接近の物理キャラは最終戦まで使えるんじゃないかなと予想できます。とは言っても、風属性っていうのはそもそも接近の物理タイプがほとんどです。唯一の例外としては、弓のツベルクと魔導書のグレーテルぐらいしかいないです。他にはね。で、最後の強化特性で、何が来るかという話を一応しておくと、よくあるのがね、耐性がついてきて、何かのキャラが使えなくなるとか、そういうことが今まで多かったんですが、今回に限っては耐性はないんじゃないかなと思います。あるとしたら、射撃、魔法耐性、どっちかだと思いますが、今回はね、ないかなと思います。理由としてはね、どっちにしても1人しかいないので、その1人のために強化特性を1枠使うかって言われると、多分ね、使わないんじゃないかなと思うので、今回はね、また、全然違った強化特性が来るんじゃないかなと、予想してます。はい。実際何が来るかは、当日のお楽しみということで、早速ね、攻略パーティーを紹介していきます。こちらです。片手土ドロシー、両手槍白雪、弓ツベルク。はい、おすすめ理由なんかもいろいろと今から話していきます。まずは片手土のドロシーである。片手剣じゃないってね。片手土であるのはなぜかというと、ショップで売ってるからレベルが高いというのがまず一つ挙げられます。レベルが高ければ、ステータスもね、高いので、必然的に強いということになる。上に、やっぱりね、スキルがね、優秀なんだよね。この、挑発スキル。ね、ディフェンダーといえば、やっぱこれがないとっていうのはあるので、挑発スキルがある方の片手土、超おすすめです。はい。ただ今回のボスは、基本的に範囲攻撃です。だから、タゲを取るっていうのが、どれだけ有用性があるかは、ちょっとわかりません。あんまり意味がないかもしれません。今回のボスに限っては。タゲを自分に向かせるっていうのはね、広範囲されちゃうと、結局みんな食らうじゃんっていうことになりかねないので、挑発スキルはどれだけ使えるかは、ちょっとわかりませんが、片手土の方がいいかなと思います。はい。続いて、白雪は、両手槍。はい。時点で両手剣。どっちかしかね、どっちかしかないんですが、両手槍の方がいいかなと思います。これはさっきのドロシーと同じ理由で、ショップでまず売ってあること。ね、レベルが高い。ステータスが高い。さらに、両手槍は、これがあります。甲賀の両手槍。これが強い。弱点倍率 15% と、麻痺耐性までついているというね。麻痺耐性。今回の、誰ランプのせいか。なんかランプのせいでなかなかすぐ出ないね。なんでだろう。ランプのせいはね、麻痺をやってくるので、麻痺耐性はね、とにかくね、必須になってきます。武器にこの耐性がついているっていうのはすごくいいので、甲賀はいいと思います。ただね、耐性なので、無効じゃないので、蓄積はしていくはずです。いつかは麻痺ると。はい。それが、頻度によりますが、もし、ちょっとあまりにも耐性しきれなければ、こういうのがあります。雷獣。ね。雷獣は、今度は麻痺無効です。だから最悪こっちでもいいと。麻痺を完全に、
無効にしたければ両手剣を使うというね選択肢もある白雪。今回はね本当にメインアタッカーとして、活躍してくれるはずですね。白雪、両手槍が今のところはおすすめです。その辺の検証もね後でやってみたいなと思います。続いてツベルクは、両手槍、両手斧、弓、どれでもとは思いますが、両手槍もね悪くはないが、弓がいいのかなと思ってます。弓もやっぱりね甲賀の弓があるので弱点倍率と麻痺耐性ね、これをつけてます。でちょっとね全部接近タイプだと結局ボスの周りにわらわらと3人で群がっていくことになるので、範囲攻撃の餌食になりやすい、というのがあるので、弓でちょっとね1人は遠距離で分散できた方がダメージ少なくなるのかなという感じで弓をちょっとね入れてます。はい、射撃が潰されたりすれば両手槍に変える予定です。こんな感じの、攻略パーティーでやっていきます。で今回はいろいろとね話したいことがあるので一つずつね話していきます。まずねこのランプのせい、雷の基本的には範囲攻撃であるというのが一つあります。でもう一つ麻痺ね、当然麻痺は考えられるんですが普通に毒攻撃もやってきます。はい、とにかくね麻痺毒のこの状態以上の攻撃をやってくると。でこの状態異常時攻撃力アップという強化特性がありますが、これはボスがね状態異常の攻撃をしてくると。で状態異常になった味方キャラがその状態の時にボスからまた攻撃を食らうと攻撃力がアップする。どのぐらいアップするかというと3倍です。3倍になります。プラス 200% ってことかな。3倍っていう倍率今まであったかな。そんなぶっ飛んだ数字は今までなかったと思うので、今回これはやってきたなと、本当に殺しに来たなという感じがあります。なのでね今回は状態異常対策は必須です。麻痺と毒、とにかくこの2つは絶対に対策をするというのがね今回は鉄則になるんじゃないかなと思います。はい。であとは、細かい話もいくつか言っていきます。装備だね。装備を見ていきます。ドロシ、これ引き付け役なので、これね、ディフェンダーやっぱセーフティーバッジ、状態以上完全に無効できるアクセサリーです。これ1個で。これはめちゃくちゃ強いと思う、今回。ディフェンダーをこれだけのために1枠入れるっていうのはね、全然ありです。ディフェンダーのこの間の情報修正で強くもなったし、いいんじゃないかなと思います。で、雷のお守り、雷攻撃をしてくるっていうことは分かってます。で防御力とかを上げるよりは属性攻撃とかであればもういっそのことね耐性をつけるのが一番早いです。火ダメを抑えるのには1段階上げれば火ダメが半分になるので、もうね変にその防御力を上げたとかあんまり関係ないです。半減できるお守りを1個つけましょう。雷のお守りすげえ今回はいいと思います。でさらにこの名5の片当て、はい、これが言いたいことの一つでもあるんですが、魔法ランプのせい魔法攻撃です。基本的に全部魔法攻撃。唯一殴り攻撃があります。毒付与してくる殴り攻撃はあれは物理扱いですが、あとはね全部魔法攻撃なので必殺技も込みでようやくねこの魔法攻撃の防御力上がるという系の装備が日の目を浴びることになります。21% 上げれるっていうのは結構なもんなんじゃないかな。倍率だけで見るとここぞとばかりねこれはぜひ使っていきましょう。ディフェンダーのアクセサリー枠としてはこれが最強なんじゃないかなと思ってます。これはいいと思う。武器盾はどれもそんな大差ないので好きなのをつけてください。スキルも一応紹介しておくと、技はもう風です。風のみ。あとはディフェンダーであれば防御寄りにしてます。続いて両手槍白雪、
ね、武器はね、甲賀の両手槍ですが、あとは、甲賀の両手槍で麻痺耐性がついてます。あとは毒対策で毒バッジと。で、雷のお守り、これはどうかな。人によっては、操作する人、もしくは操作が上手い人は、耐性はどんどん外していって、攻撃にどんどん振っていくっていうのがね、普通だと思います。その辺は、自分の PS とか、あとはキャラクターのレベルとか次第で、その辺はね、自由に調整していけばいいんじゃないかなと思いますが、今回ちょっと自分はね、防御寄りで紹介していきます。ね、お守りはとにかく強いと。ダメージを半減できるので、これはぜひ使っていくといいと思います。あと一枠ね、攻撃用のなんかをつけると。封筒の首飾りとかはいいかなと思います。はい、これメインアタッカー。で、続いて、ツベルク。やっぱり弓は甲賀の弓で、毒バッジ。この辺は今回の必須装備になってきそうな気はします。あとは、雷の耐性も上げつつ、風威力も上げつつという感じで、風守りのペンダントを装備してます。スキルはね、こんな感じで、なるべくダメージ、スキルで、ダメージを稼げるようにしてます。装備枠はどうしても耐性とか、状態異常対策になっちゃうので、オートスキルでね、攻撃力を上げていくようになります。どうしても。はい、という感じで、今回、早速ね、初日攻略やっていきたいんですが、当然このパーティーだと普通にやっつけてしまうので、これだったね。これで行ってみます。これで。で、耐性ちょっと外していきます。アクセサリー外していきます。この麻痺耐性2段階上がりますということなんですが、これがね、どのぐらいの耐性をつけてくれるのか検証しながら、ボスの攻撃も見に行きたいなと思います。ね、これでどのぐらいしのげるもんなのかと。場合によっては、もう甲賀の装備は捨てて、雷獣の装備とか、麻痺バッジとか、あっちをね、つけていくことになるんじゃないかなと思うんで、早速これで行ってみます。さあ、今回はね、強いです。さあ、ちょっと食らっていこうね。麻痺耐性2段階。これ毒攻撃やってきます。あれだけは物理攻撃です。やっぱ毒は痛いね。麻痺耐性2段階。麻痺入った。結構早い段階で入った。ちょっと痛いし今回ちょっとダメージを与えていって、ちょっとね、攻撃が激しいね、今回も。で、麻痺が入ると、麻痺耐性で麻痺が入った時に攻撃を食らうと3倍なんで、本当にねちょっと今回、あららら。で、このため攻撃バフ入ってます。攻撃バフと移動バフ1段階ずつ入ると。必殺技は雷属性です。普通にこれ死ぬんじゃないの？危な。初日からこれ危なやばくない？今回強い。今回やばくない？入った。これは完全にパーフェクトを狙って、しかもこのバフがね、結構長いです。結構長いね。今まではなんかね、おまけ程度で10秒もしないうちにすぐ切れてたような気がするので、ちょっと長いような気もします。必殺技。今回強いかも。やばい。範囲攻撃がえげつないんで、これもなんか避け方わかんないしね。攻撃がすごいな、これ。
なんかね、継続時間が長いから、ちょっと強くない今回。すごいな。ちょっと、やばいね、今回ね。さあ、倒してしまおう。うわっ、食らった。今ので倒してしまおうと思ったのに、普通にキャンセル食らった。はい。あららららららら。大丈夫かなこれ。はい。まあ、強いです、今回。しっかりね、キャラクター強化して、お互い1週間頑張っていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。またねー。